こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっと突然なんですけど、ロンドンの Vlog を撮っていこうと思います。っていうのもですね、今回は、ギャラクシーのアンパックド2026っていうところで、去年はね、ニューヨークでこんな感じで開催されたんですが、今年はなんとロンドンというところで、ちょっとね、人生初めてなんですが、今回発表会に呼んでいただいたというか、もう無理やりなんか連絡して今年はもうワイド出るならぜひ呼んでほしいっていう風にね、ちょっともうアプローチをかけまして、今回はちょっとね実際に伺うことになっております。めちゃくちゃ嬉しい。言ってみるもんですね。多分ねこの動画が上がってる頃にはすでにギャラクシー系の何かしらの新しい端末の動画が出てると思うんですけど、ちょっとそれのビハインドザシーンみたいな感じで DJI Osmo Pocket 4P を買ったんですけど、まだあんまり使えていないので、今回の Vlog これだけを使ってちょっと動画を撮っていこうと思っています。めっちゃ楽しみ。それでは早速行ってみましょう。看板がね、かわいい。はい、というわけで無事にロンドンヒースロー空港に到着したので、これからいろいろ見ていこうかなと思います。シムバイキです。先生お願いします。150ギガ買ったんすか、チェイホンさん。やばやば6000円ぐらい、自販機で6000円買う男。はい、この辺は自動販売機コーナーです。なんかニューヨークで700円ぐらいで買った水だ。これ同じやつ。高すぎてまだ700円ぐらい。700円ぐらいだったんです。こっちいくらだろう。でも500円ぐらい。そんなに高くないアイスクリームがある。ピン&ジェリーズアイスクリームたちで、ドリトスでしょ、コカ・コーラ。ザ・タワーホテルです。なんといいっすね。なんか年季が入ってる。はい、というわけで今日のホテルです。いい感じです。なんかちょっとレトロな風合いで、こんな感じのダブルベッドルームですね。作業用のデスクもちゃんとあっていい感じで、景色はちょっと気になる。景色ズイーン。いい。逆側だけどリバービューではないけど、なんか水場があって気持ちいい。こんな感じです。で、今が夜7時なんですが、こっちは日が暮れるのが9時ぐらいらしいので、まだね全然明るい感じです。4時ぐらいな感じ。なんかちょいちょいバーみたいなのとかあったりするから、その辺楽しみだな。水回りチェック。トイレがあり、シャワーですね。羽田でシャワーです。羽田でシャワーを浴びてきたので、そんなにすごい入りたいって感じではないけど、しっかりと。あれも可愛いっす。はい、今泊まってるホテルがこれです。ザ・タワーホテルっていうやつで、窓がいい感じですね。部屋から、こっちの部屋だったらこの景色が見えたのか。惜しい。この景色めちゃくちゃいい。こんな感じで、目の前はテムズ川っていう川になっていて、こんな感じで
ワービューです。めちゃくちゃ寒いな。はい、夜ご飯会場です。コートっていうハンバーガー屋さんですね。博士のスマホラインナップピュア X とこのサイズいいっすよね。まあ今年は買うだろうな。ご飯を食べたんで暗所です。いいね、暗いけど割と撮れているのでは。やっぱこういう感じの景色だと割とね、普通に iPhone とかアクションカム系だと揺れて後ろがね変な感じの手ブレ補正になっちゃうんですけど、やっぱ DJI はねこの辺の物理手ブレ補正が抑えられていいですね。今10時ぐらいなんですけど、やっと暗くなってきました。こんな感じで割と活気がある。おはようございます。今日は2日目です。こんな感じでいい感じに晴れそう。昨日はちょっとした会食みたいなのがあって、それでもうすぐ寝ちゃったので動画全く撮ってなかったんですけど、ちょっと充電するだけで精一杯みたいな、そんな感じでした。めっちゃ香水。はい、というわけで2日目は、コンテンツキャプチャーといって、発表会の前にまずデバイスの写真とかを撮る時間があるので、それに行ってこようと思います。タワーブリッジ。ウーバーのボートあります。ウーバーのボートすごいなんかイギリスは夏がもう通り過ぎたみたいで、熱波が来てたらしくて、すごい暑いイメージだったんですけど、今半袖で寒いです。なんか20度ないぐらいだと思われる。結構ね、半袖だとやっぱ肌寒いぐらいで、日本は今から暑いからちょっとね違いを感じますね、この辺は。なんだこれ、なんかの建物が。寒。なんかこういう独創的な建物が多いですよね、やっぱりヨーロッパって。かっこいい。カズさん、朝日と今回も一緒にそうですね。暴れましょ暴れますか。う。暴れましょう、アンパックド。自分暴れてるからもう暴れてるからね。自分 T シャツもうここまで来てる。本当だ。こっから出れるんだ。こっからこっから出港できるよ。なんですかねこれ。海軍の軍隊があります。青い船は何だろう。ジェームズ・フィッシャー。はい、ちょっとね今回タッチ&トライができる会場にもう来てみたので、これからちょっと触っていきたいと思います。いや、ジュイーンシュトランジションに使おう今の。はいというわけでギャラクシーアンパックド、というわけでギャラクシーアンパックド2026が終わりました。いい感じですね、今年のラインナップ。はい、というわけで実際にね端末を触っていこうと思います。いや、いい、軽っ薄っ。おー、はい、ちょっとした軽食とか飲み物とかがもらえます。嬉しい。
パイナップルジュースとエルダーフラワーもらってこう。イエーイ。軽食とかがこんな感じでもらえます。クッキー持ってく。いいっすね。天才がおる。天才がおる。ちゃんと水も節約。だからスーパーで水買わないよ。確かにこれごともうやっちゃう。はい、というわけで今コンテンツキャプチャーが終わりました。ここでいろいろとね動画を撮ったり、まず発表会の前に、こういう撮っとくことで明日すごい余裕を持って発表会に向かうことができます。動画だとこれが発表会の後に「うお触るぞ!」とか言って触るシーンになってますってところでもらってきました。なんかエルダーフラワージュース、美味しい。さっきみちみちだったのに水が2、3メートル3メートルぐらい下がってますよね。2時間ですごっ。さっきここまで来てましたよね。さっきこの辺まで来てて、もうなんか死の階段みたいな雰囲気だったのに、すごっ。コンテンツキャプチャーが終わったんで0%なんですけど、ペローニ最近日本でも出ました。これ朝日で乾杯。ペロちゃんです。ペロちゃんです。これからなんかねエクササイズみたいなのがあるらしくて、僕とカズさんだけが徴収されて他のおじさんたち他のみんなは別のところに、ダメでしたね。僕らだけ行ってきます。行ってきます。これで美味しいっすね。対応ができるところがめっちゃ分かりやすかった。ああ、そうなんですね。全然違いもうます。対応の白飛びの範囲がああ、うまそうです。ラムチョン。お酢って感じ。ラムチョン。お酢一番映えてる。お酢チョップ。いいね。うまい。いただきます。うまい。本物の味だ。はい、食後のデザートはチョコレートアイスとピスタチオアイス。うまそう。フラットホワイト。すごいね、ちゃんと手入れだねこれ。いいっすね。手で。手入れ。なんかトルコ料理めちゃ美味しかった。いい感じです。あ、ちょっとしたバスが。なんだこれ。ちょっとしたバス。いや、いいな、この結構寒いですね。普通になんか10月ぐらいの10月みたい寒さが熱波どこ行ったんかな。熱波がどこ行ったんかな。このビルすごい。これなんすかこれ。これメカメカしい。やば。そうすごい。オールガラス。オールガラス。これからちょっとエクササイズするプログラム行ってきます。やば。てかこんななんかこういうところでエクササイズすることあるんだ。ビルで端末もなんか端末も借りた。ペアリング。これ100回やんの？はい、これ借りてやってるんですけど、いいのか悪いのかわからないけど心拍数だけは測れています。いや、きついっすね。いや、きつい。運動不足がね解消されたね。運動不足が一気に今日
飛行機で疲れてるから逆にいいかも。すごい大量すぎる。量がプリンみたいな。デトックススムージー。はい、というわけで今ダイアゴン横丁に入る前のロケ地に来ています。すごっ。ビールとか飲めるじゃないですか。ここでギネスとかあるし。いいですか？一杯一杯行かなくていいですか？一杯行ってきますか。一杯行ってきます。ちょっとせっかくだからやったー。もういいな。ピルスナーウルケルとギネスがあって6にしようかな。6日本のジン逆に朝日もあります。はい、やば、これお米です。おお、乾杯。乾杯。キンキンだ。うまい。甘い。このコクというか、うまいっすね。なんかちょっとコーヒーっぽさっていうか。コーヒーっぽい。That's first time. First time. Time. First In time. London. Yes. Yeah. First time in London. In Yes. London. Yes. First First time. Thank you. 年収4000万だけど資産は2、3億はありそう。じゃあ多分膨れ上がってると思う。くりで膨れ上がってると思う。資産については。いいな。スーツがもうかっこいいっすよね。そう。青ギネスを飲んだのでこれからホテルに帰って頑張って動画作りたいと思います。偉い。パブにいっぱい人が、会社員の人が。お気に入りのパブあるんすかね、みんな。今日はここに行こうみたいな。うわ、このロンドンタワーみたいなやつすごい。これ誰かが積んだ石でできてるんだな、これ。うわ、この感じです。お堀には水がない。1070年。そう。1000年近く。1070年。エリザベス一世が一世。一世急に処刑場になっちゃう。そんなに？ 1070年作られて1100年にはそうですね。処刑場に。プリズンになっていて、へーになっていて、この時期は22人のプリズナーが処刑されたの。壁の中で。なんか斧って切れ味悪いから1回ではああ、やだ。切れないんですよね、確か。怖い何回もやんないと。作業していきます。よいしょ。今日の夜ご飯はズイッチ。わお、トマトサマー。やっぱトマトが。さっきのさ、まずセットメニューみたいなのは1個行きたいけどさ、看板メニュー。確かに持ち帰れるじゃないですか、それ。確かにね。スプライト2ペロー倍に飲みたいから。スプライト2倍1杯ぐらいはペローに飲みたいから持ち帰ろう。すごいね、ラージサイズってなると、ラージでかい空いてないやつが来て、これででも1400円しますから、このビール。ペローニ。なんか浅い味がします。浅いっていうかライトな味、麦っぽい味。麦に炭酸が湧いてくるんやけど、この瓶。ほんとさ、麦落ち着かない泡が。マークついてる。だからずっと泡が出続けるみたいな。カラマリピッツァボンゴレ最高やっぱイです。タリアンですよ。イタリアンですね。あれロンドンとは。いいね。ロンドンとは。こういうの食べたかったの。アペロールスプリッツァーです。よし。やっと日暮れっぽい感じ。
今もう8時半。 8時半やばー。俺で8時半はやばいね。 8時半か。あ、なんかブラックミストをつけてるからすごいふんわりしてる。これ本当だ、すっごいふんわりしてる。なんかあっち映してると思われないようにちょっとだけあっちで。おはようございます。今日は3日目です。同じような景色。昨日はあんまり食べれなかったので朝ごはん行ってこようと思います。パンと朝ごはん。こんな早いの初めて。ガチね。はい、スタバです。スタバは水が700円ぐらい、サンドイッチとかがいっぱい売ってる。多分1000円ぐらいで、お土産とかは結構なんか可愛い感じ。安いのもあれば高いのもあると。ちなみにオーダーはこのパネルでします。Order here。 今回コールドブリュー買ったんですけど、これでなんと800円、1000円ぐらいかな、1000円ぐらいするかも。 4.6 ポンドなので1000円ぐらいです。いや、スタバも高いよ。普通の倍ぐらいするわ。これ入らないです。スタバの外観はこんな感じです。なんかタクシーが可愛い。じゃあこれからちょっとアンパックドの会場に向かおうと思います。意外となんかね、みんな集合時間より早く来てるみたいで、会場が早いらしいです。ちょっと急がないと。今年の会場はここです。なんかイギリス感がめちゃくちゃ強い場所。すごい。スタートしてます。お、メディア&インフルエンサーだ。イエーイ。Thank you so much。イエーイ。っていうところで早速ちょっと会場に入っていこうと思います。レッツゴー。Thank you。すごい。エモい。いいねこれ。はい、というわけで無事サムスアンパックドが終わったので、これからね、ここでちょっとパーリーに参加したいところなんですけども、まだ編集が全然終わってないというところで動画編集してこようと思います。ホテルに戻って、うまそうなお菓子とかがいっぱいある。はい、全然編集は終わんなかったんですけど、ちょっとアンパックドのパーティーがもう始まっちゃうので向かうことにしました。日本とね若干の時差があるので、パーティー行って帰ってきてから、急いで編集するでも間に合うでしょうという感じ。フェリーの駅とかもあります。いや、この時間になるとやっぱいいな、海外って自由。結構揺れてる。じゃあお疲れです。Thank you so much。 いいっすね、ここ。この照明にイエーイ、イキリジュース。オタクのくせにカクテル飲むぜ。一番コスパね。一番コスパいい。高いもん飲んどかんだかんでの。そうっすね。高いもん。高いやつを飲まないと。お疲れ様です。お疲れ様です。謎の
わ、綺麗。この昔牢獄でもあったお城でもあったところいいですね。これナイトショットみたいなので撮った方がいいのかな、分かりやすさ的に。で3倍にするとこんな感じ。ノイズとか乗んのかな。綺麗、すごい綺麗です。ログだけど。はい、というわけでめちゃくちゃ動画頑張って終わらせたので、ちょっとお出かけしてこようと思います。子供のお土産とかなんかそういう系買いたい。本屋さんとか行ってみたいんだよな。いや楽しみ。DJ ポケット3は、手ぶれ全然こうしないっていうのが魅力なんですけど、一方で、レンズの広角しかないっていうのがちょっと難点だったんですが、これで3倍望遠にしたり12倍にしたり、今歩きながらこんな感じで撮ってるんですけど、手ぶれはほとんど目立たないっていうのがちょっとすごいです。ユイン、はい、こんな感じ。 DJ ポケット 4P はこんな感じで、画面を1倍と3倍で切り替えながらこんな感じで Vlog が撮れるのがいいんですけど、若干難点としてはどっちを使うかちょっと迷ったりするっていうねところがあります。見てくれ、船がすごい。こんな感じでなんかでかい船が通るたびにこのね橋が上がったり下がったりするらしい。昔隅田川とかでもあったみたいだけど、はい、テムズ川です。広くて意外と濁ってるんですね、川が。こんな感じ、濁流みたいな、水の量多そうってところで、今ねこれ結構明るすぎるかもっていうところなので、じゃん、 ND フィルターを初めて DJI シリーズに今回導入してみました。実際どうなんだろう、選択肢増えすぎてめんどくさくなりそうだけど、明るすぎる場所とかだったらやっぱね必要みたいで、ちょっと付け替えていきます。今こんな感じじゃないですか。それをピッ、はいっていう感じで、これは変わったのか。いや多分これオートで明るさ調整してるから、見てる人からすると全く分かんないかもいや全然分かんないです、ちょっと個人的には。でこれね、なんか段階が5段階あるみたいで、今一番暗いやつにしてるんですよね。それをもう少し暗くない明るい風にするとこんな感じ。変わった？あ、でもオートで今色調整をしてるから変わってる感じがあります。こんな感じ。意味あんのかなあんまり ND フィルターの概念を知らない男なので、どんぐらい意味をなしてるかわかんないですが、2とかにすると、本来はねちょっと明るさ、こういう F 値をなんか開放で撮って背景ぼかしたいんだけど、明るすぎてシャッター速度を落とせないっていう時に使うものなんですよ。なので DJI みたいな全てオートで撮ってるマンからするとそんなに意味がないのかもしれないが、ないよりはみたいな。若干変わってんのかもね、ハイライトが。あと花火とか、これね水の流れをなんか綺麗にゆっくり撮りたいとか、そういうシーンに向いてるのかもね、知らんけど。でもなんか落ち着いてるような気もしないでもない。なんかこういうの結構白飛びしちゃうんですけど、 ND フィルターのおかげかな。はい、一回これで撮りながら歩いてみます。こういう白のなんか車の白とかそういうやつはだいぶいいのか、こういう感じは。ちょっとねこのフランジのなんかプレートみたいなのを今つけてるんですが、
グランジのプレートめっちゃいいのが、これマグセーフに対応してる、マグセーフじゃないか、マグネットがついてるんで、こんな変なところにくっつけてこれ自撮りができます。三脚とか立てなくてもいいのいいわ。これはこれでもマストかもな。なんか安定するし 4P 結構重さが重量がかなりあるんで、上の方にだからすぐパタンって通れるんですよ。でそれで壊れるのもちょっと怖いんで、まあ三脚モードにした時はそんなに良くないんですが、こうやってつけたりとか、若干三脚モードにしない時には安定するのでおすすめかも。 4P 用にもっといいの出るかもな。はい、そしてついになんか観光地っぽい旧市街地っぽいエリアに来ました。いいな、旧市街地最高。ヨーロッパ感があります。海外の不動産や情報って気になりますよね。これとかだと 3LDK でまあだいたい月70万ぐらいか。こっちは30万40万弱ぐらい。1LDK なんやが。1LDK で40万、日本だと20万ぐらいかなっていう感じだけど、これで50万します。いや高っ。で今ね、さっきの ND フィルターつけっぱなしなんですけど、なんかライフオブリザっていうすごいイケてる YouTube を撮ってる人がいて、その人がよくねブラックミストみたいなフィルターを使ってるんですよ。でさっきのフィルターにブラックミストがあるので、ちょっと初めてブラックミストを使ってみようかな。はい、というわけで今ブラックミストフィルターに変えてみたんですけど、違う？なんか違うのかな。なんかブラックミスト感あんのかな。すごい。ハイライトとシャドウの間が若干落ち着くみたいな、そういう感じだった気がする。なので Vlog 撮るときとか、ちょっとシネマティックみたいなね、ちょっとくすんだ雰囲気を撮りたいときとかはいいみたい。いいね、この海外のギュッとビルがギュッと一箇所に詰まっている感じで、だいたいさこういう感じで他はないんですよね、ビルが。なんか一箇所にギュッと詰まって、多分法律で高い建物建てられないエリアとかがあるからなんですけど、あっちの方はあるかな。あっちの方はあるんだけど、あの辺は金融街だそうで、あそこで、意識の高いというか年収も意識も高い人たちがギュッと働いてる丸の内みたいな場所なんですかね。隣のなんかシロナガスクジラのお腹みたいなビルすごいな。シロナガスクジラなのかなこれ。はい、今はブラックミストフィルターをつけて Dlog2 で撮ってます。よくない？多分めっちゃいい色の雰囲気な気がする。雰囲気あるわ。はい、いろいろと子供たちへのお土産を買ってきました。短い時間だけど、やっぱねパディントンですね。パディントン、昔ピコっていうテレビにつないで遊ぶゲームみたいなのが子供向けのやつあったんですが、それのパディントンで世界を巡ってからいろいろ世界とか旅行とかそういうのしたいと思って生きてきたので、原点みたいな感じです。海外旅行の子供にもその気持ちを味わってほしい。今からこれに乗って移動するみたいです。すごいなこれ。5、60年前の元々のバスらしいです。ギャラクシー旅、ギャラ旅っていうところで、すごいよなこれ。これに乗ってユーズドチケット、よいしょ。おー、アトラクションすぎる。
ですね。はい、今これは Dlog2 で収録してみています。結構空が明るいんで白飛びしてるかなと思うんですが、ギリギリ耐えてんのかなこれ、編集するときは。耐えるか。はい、 Dlog1 で撮ってみています。 Dlog1 だとこの白飛びは多分戻んないと思う。明るすぎて。なんかダイナミックレンジがねちょっと難しいところなんですが、 Dlog2 だといけているのか。はい、ズームズン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 。はい、行き過ぎ行き過ぎ。これが2倍望遠、これが3倍望遠。レンズが変わります。で6倍ぐらいまでならいいかもね。で12倍と、まあさすがに解像感は落ちるかな。はい、これが1倍ズームです。ビッグベン来ました。初めて見る。でかい。こんな感じですね。こんな一番でかいベルは 13.5 トンもあるらしいです。これをなんか手がけてた工事責任者の人の名前がベンジャミンで、そこからビッグベンが来たのではと言われているらしい。うわすごい。おー、ちょっとしたお店で休憩です。レモネード買いました。レモネード 4.5 ポンド約1000円。おー、いいっすね。秋川。今はなんとかガーデンみたいなところにいて、こんな感じでちょっとブラブラをしながらこの辺を散策してます。なんか久々にこういう感じの可愛いマーケットに来た気がしますね。なんかでも結構だいぶお店とかこの辺に揃ってんのかもな。あんなところに NFT がめちゃくちゃ懐かしい。おー、ギャラクシーが謎のカフェを運営してます。すごいな。なんでこんなやってたんですか。2日間限定のほど。あでは皆さんこちらの舞台を作ってそこでラジオ体操をしたり、なんかやっぱね、街中のちょっと旧市街地っぽいとこの方が陰影というか、なんかコントラストが硬すぎないので写真とか動画映えはしますね。はい、というわけで Galaxy Z Fold 8を実機一足先にお借りしてます。よっしゃ、めちゃいい。というわけで、これを持ってちょっとどんな感じで使えそうかっていうのを動画で紹介していこうと思います。やっぱこの手に持った時の馴染み具合みたいなのは割といいですね。横幅はすごいある感じするけど、なんか慣れてる感じというか、せっかくなのでこの Z Fold 8、そんなカメラがね売りな機種ではないんですけど、このアプリが結構好きで Android だとよく使っています。よいしょ、パシャ。結構いい感じの写真に仕上がるんですね。このアプリは結構サムスンとかあとシャオミとか割となんだろうな、 AI 補正がめっちゃ強い系のスマホカメラとかですごくいい感じのアプリで、本当に素のカメラのセンサーとレンズに近い感覚にしてくれるっていうところで、このアプリはすごく気に入っています。はい、ちょっと今解散をして、これから山根博士がナッシングに行くっていうんで、歩いて近いから一緒にナッシング迎えに行こうと思います。いや楽しみ。中華街です。世界中に中華街があるんだ。
なんかアジア人としてはちょっと中華街を見ると安心感がある。謎の。さあということでやってきましたよ。今からお散歩です。ナッシングに行ってみよう。サムスンの招待で。イエー。もたもたしてたらみんな先に行ってしまった。おっとナッティングだ。待って、シュプリームの店の隣にあんじゃん。ナッティング。ナッシング。ナッティングですね。ナッティング。いや、ナッティング店じゃん。嬉しい。何も買う予定はないけど店舗としてあります。何を隠そう、ナッシングはイギリスのメーカーなんです。実はなってるやつ、これ1個ずつプレートです。新しいモデルだ。ユーロ。歴代の限定モデルもあります。いや、これ仙台限定みたいな、これ？初音ミクみたいなモデルと。初代を持ってるわ。おお、これもいいんだよな。初代どれだろう？初代が一番上じゃないですか、多分これ。これ？なんかこれ。ここから開けてもらえすごい。これかわいいな。これいいですね。あ、A1。これなんだよね。バディビルダー本に欲しかったやつ。すごい、これかわいい。いい感じですね。やっぱナッシングの。うわー、いいっすね。やったー。こんな感じでメッセージまで残させてもらいましたメッセージをはい、こんな感じでなんと店舗に行ったらいただきましたビッグファンっていうことを伝えたのに買ってないけど博士だけが購入していただきました。そうっすね。うわ、すごい。ナッシング博士の手にはテロがいる。ナッシングを持ってうわ、熱っ。うわ、どういう場所？お酒も飲めるんですか？あ、なんかみんなお酒も飲んでる。やっぱノンアルビールとかが飲めるみたいです。さすがにアルコールは提供してない。あ、でもハウスラーガーもあるそうです。What's the difference? This is 0.55% alcohol, and this is zero alcohol. 0.0. You can choose any snacks if you want. あー、なんかもらえるらしいです。Can I get the peanuts? Peanuts? Yeah. イエーイ、もらったのでちょっと飲んでいきます。うまい。ちょうどいい。なんかやっぱこの辺そういうエリアなんすかね。おしゃれな。双方ってなんなんでしたっけ？なんかアメリカにもありますよね。スタートアップは今けどオフィスワーカーが集まるなんかそういう申し訳程度に取っとくか。携帯ガラケー持ってる。はい、今これがオックスフォードストリートっていう通りらしいです。なんか渋谷みたいな雰囲気があるけど違うのかもしれない。ちょっとやっぱ小綺麗でおしゃれな感じのエリアって感じですね。なんか買い物したりとか。わー、Galaxy Z Fold 8のケースがもうすでに売っていました。
あ、この辺にもう出てるわ。質感はすごいいい。うんシリコンマグネットケース。買ってこうかな。あ、っていうかフィルムとかもあるんだな。いやでもカーボンいいな。いいっすね。クリアマグネットケースがいいな。クリアマグネットケースだといくらですかね。うわー、でも1万円近い1万円ぐらい。こんなパキパキのプラスチックで、はい、初めての地下鉄です。イエーイ、行けました。エレベーター早い。今うちはここなんで、ここ、あ、トレイン来た。パディントン駅来ました。いいなぁ。うわー、大都会やん。大都会です。すげえ。なんか可愛いショップもあるし、多分あそこらへんあれかも。何が？パディントン像。日本でいう中堅八校みたいな。パディントンだー。やばい。本家本元。イギリスはやっぱこうなんすね。ビアバーも会いたかったぜ、パディちゃん。パディタン。思ったよりブサイクだな。パディントンって何の生き物なの？クマなんですよ、クマ。子グマ。いや、いいなー、パディントン。ちょっと、撮ってもらっていいですか？私と。すごい。ゲームの中で旅をしたんで。ありがとうございます。はい。わー、ちょっと疲れすぎて一旦パブみたいな座れる方のパブに来ました。こんな感じでフィッシュ&チップス本場のやつです。ついに出会いましたね。ついに最終日にしてそのこイエ魚ーイ。の丸揚げとポテト。うん、まずポテトいただきます。いただきます。この卓怖くないですなんか全然お昼ご飯食べてないからうん、うまい。もう全くイエーイ。ワンピアって言うんだっけ？ビア、あ、ワンパイント。ワンパイン。待って、これ暗いと思ったら ND フィルターしてるわ、この暗さで。うまい。素材の味がもろ出るね。うん。確かに鮮度とかありそうですね。うわ、パディントン屋さんです。いやー、夢にまで見たパディントン屋さんです。いや、いいなー。今日はちょっとなんかいろいろ買っていきたいと思います。うわ、かわいい。なんでもあるやん。かわいい。あ、めっちゃおしゃれ。次はこっちトライしてみます。This is Edgware Road, where this こっちじゃない？ Please take your belongings with you when い you や、 leave the train. この辺にじゃあ電車の中で漫画読んでるシーンなんか東京いたら撮れないから。窓際をちょっと空いてる。ハットをかぶってるって。あそこかな、じゃあちょうど。うん、あそこかな。白いハット。どん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 。ビアです。あ、アナログポケット。They have all? Yeah, yeah. Ah, that's cool.
like event speech. Oh, that would have been so awkward. お料理屋さんに入ります。なんかめっちゃ混んでる。わあ。陽キャみたいな店。ピッツァです。いやでもグリーン緑でもタワーヒルまで行くっぽい。聞いたことあるな、ラロ、AI ラロ。エアおしゃれだなここ。はい、ちょっとプライオリティパスで入れるラウンジが5個ぐらいあったので、ここに行こうと思います。マイラウンジ、一番なんかモダンでカジュアルな雰囲気。はい、帰国前なので最後のビール行ってきます。いえ。